孔子先生は中国の古い時代、春秋時代末の人です。仁と礼を重視し、徳による政治を説きました。先生の思想は、その後儒学として中国歴代王朝の公認の学問となりました。わしは孔子じゃよ。皆さんはお元気かな。わしの時代の中国は何人もの有力な諸侯が力を競っておった。そこでな、わしは諸国を回って彼らに説いて回った。力で支配しようとしてはいかん。徳の力で支配するのだ。立派な人だから皆がついてくるのだと。しかし残念じゃが、誰もわしの教えを受け入れることはなかった。仕方がないので、わしは故郷に帰って弟子たちを教えることにした。よいか、人間にとって一番大切なのは仁じゃ。仁というのはな、皆はアーモンドを知っておるか。アーモンドは種ではない。種のさらに中にある部分なのじゃ。このようなものを仁と呼ぶ。ポリポリ、アーモンドはうまいの。さて、人間の種のさらにその奥にあるようなものとは何じゃ。人間の一番コアとなるもの。そう、真心、すなわち仁じゃ。ところが、この仁は外からは見えん。そこで人間の社会生活ではこの仁を表現して礼を実践せねばならん。礼というのは、ほら皆さんもするじゃろ。尊敬する人に会うたら礼、すなわち頭を下げるじゃろ。あれは礼の一つじゃ。礼というのは広く社会生活のルールのことじゃ。仁だけではわからん。礼だけでも虚しい。心に仁を持って社会生活で礼が行われることが理想なのじゃ。わしが生きている間は全く言うことを聞かなかった権力者たちが、聞いた話ではわしを持ち上げているらしいの。きっとそれはわしの教えに共感したのではなく、わしの教えを利用しようとしとるのじゃろ。気をつけなされ。孟子先生は紀元前4世紀から紀元前3世紀、中国の戦国時代の儒家の思想家です。孔子先生の教えを引き継ぎ、性善説を取りました。政治思想では王道と派道を区別し、易政革命説を唱えました。私は孟子だ。本当は孟子の子は先生という意味だから、自分で自分のことを先生というのもあれなんだが、まあ私は孟子の名で知られているようだから、いいことにしよう。皆さんは私の母のエピソードを知っているかもしれないな。私が子供の頃、墓場のそばに住んでいたら、私が葬式の真似をして遊ぶようになった。そこで母は市場のそばに引っ越した。すると私が商人の真似をして遊ぶようになった。母は今度は学校のそばに引っ越した。すると私は学問をするようになったというわけだ。環境が大事だということだが、あまりにステレオタイプな話なので、おそらく作り話だろう。私の幼い時のことなので知らんけど。さて、私の考えとしては性善説が知られておるだろう。要するに、みんな根は良いやつばかりなのだ。人は生まれながらに4つの可能性、至端の心を持っている。1つ目は即因の心だ。人の不幸を見逃すことのできない心だ。誰でも困っている人を見ると助けようと思うはずだ。2つ目は周応の心だ。自分や他人の悪を恥じる心だ。悪いことをしているのを見ると誰でも腹を立てるだろう。3つ目は自情の心だ。お互いに譲り合う心だ。人に譲る気持ちは誰にでもあるはずだ。
最後の4つ目が是非の心だ。善悪を判断する心だ。それが合っているかどうかはともかく、どんな人でもみんな善悪を判断しているだろう。これら4つの可能性を伸ばしてやれば、誰もが仁義礼智の4つの徳を身につけることができる。そしてこの4つの徳を身につけた時、何者も恐れない勇気を持つことができるのだ。やあ、また来たのだな。それでは今回は政治について話そう。革命についてだ。革命という言葉を君たちは3つの異なる意味で使っているようだ。1つ目は大きな変化という意味だ。例えば、そうだな、産業革命とか IT 革命とかいう場合だ。この場合の革命には特に特別の意味はない。変化では物足らんので革命と言っているだけだ。2つ目は階級闘争という意味だ。これは支配されていた階級が支配していた階級を倒して新たな社会を作ることだ。この意味の革命は市民革命とか社会主義革命というふうに使っているだろう。これは変化では言い換えることはできない。なんか今回は文字が多いな。ところで古代中国の私が21世紀の君たちの言葉の説明をしているのは変な話だな。そういえばマルクス君はコンビニでアルバイトしてた。まあ哲学は時代と場所を超えることができるというメタファーだとしておこう。3つ目が中国で古代から使われている革命という言葉だ。中国では古くから人を超えた存在である天から天命を受けて支配するという考えがある。中国の革命はこの天命が改まるという意味だ。天命が別の人物に移るのだ。この革命という漢字の言葉を英語で言えばレボリューションの訳語として使っているというわけだ。支配者の性が変わるので液性革命とも言う。そして私は支配者が自分の利益のために行う政治を覇道と呼ぶ。これに対して人々のために行う政治は王道と呼ぶ。天命はこの王道を行うことを命じているのだ。したがってもし君主が覇道を行うと天命が変わる。そしてそれは人々に伝わって人々の手で覇道を行う支配者は倒されるのだ。さて先ほどの2番目の階級闘争としての革命についてはまたマルクス君がバイトが終わったら話してくれるだろう。老子先生は孔子先生と同時代とも言われる伝説的人物です。孔子先生たちの儒家を批判し、万物の根源をタオと呼んで、そのタオに従う無為自然の生き方を唱えました。道教という宗教では最高神とされています。何か用かね。わしは老子じゃ。わしは生まれた時から老人だったとか、いろいろ言われとるらしいな。そんなわけはなかろう。孔子くんに、君はまだ青いのと言ったとか、実際にいたのかどうかも疑われているようじゃな。本当はどうかって、いや、わしもようわからんのじゃ。ただ、孔子くんの教えには賛成できんな。孔子くんたちの儒家が教える道徳は実際に行われていないから言わなくてはいかんのだ。家族が仲良くしていないから家族道徳がいるんじゃ。政治が乱れておるから忠実な家臣が褒められる。家臣が忠実なのはもともとは当たり前のことのはずじゃ。そんな無理した道徳などいらん。道徳を作るのが大切なのではなくて、道徳などいらない社会を作ることが大切なんじゃよ。どうすればいいかって、あるがままに任せればよい。
無意自然。レッド・イット・ビー・ザ・ビートルズはさすが分かっておるの。そしてな、人間はみんな、いや人間だけではなく全てのものは一つのところから来て、そこにまた帰っていくのじゃ。それを道、タオと呼ぼう。このタオに従う生き方こそ無意自然なのじゃ。このわしの教えはあんたたちの時代には西の方の世界でも注目されているらしいな。行き詰まった時、わしの教えに答えを求めるのはありそうなことじゃ。それじゃ、わしはまさに西の方に行くぞ。また会おう。宗師先生は中国の戦国時代の同化の思想家です。すべての区別を忘れて自由な境地に遊ぶことを理想としました。老子先生と宗師先生の思想を合わせて老宗思想と呼び、道教では二人とも神様の扱いを受けるようになりました。私は宗宗です。みんなは私のことを宗師と呼びます。私は昨日夢を見ました。夢の中で私は蝶になってひらひらと楽しく飛んでいました。目が覚めてから私は考えたのです。蝶になって私は飛んでいたけど、あれは本当に夢だったのかなって。もしかしたら私は本当は蝶で、今人間になった夢を見ているのかもしれない。私は宗宗という人間なのか蝶なのか考えても答えは出ません。だったら考えるのは無駄ですね。どちらにしても私が私であることに変わりはありません。蝶であろうが人間であろうが夢であろうがなかろうが、そんなことを考えるより今を楽しんだ方がいいと思いませんか。とかく人間は善悪、是非、美醜など線を引いて区別をつけたがりますね。でもよく考えるとその区別の理由ははっきりしません。そんな区別は全部人間の都合で勝手に線を引いたに過ぎません。しかも悪があるから善があるので、悪が消えると善も消えてしまうように、片方が消えるともう片方も消えてしまいます。老子先生はすべては道、タオから出てまた帰るとおっしゃいました。道という本当の世界では善悪や是非や美醜などの人間が作った区別は何もありません。すべては同じなのです。突き詰めて考えると、私と私以外のものも同じなのです。これを私は万物聖道と言います。心を空っぽにして善悪などの区別をすべて忘れるように努めましょう。するとつまらない区別にとらわれない生き方をすることができます。心の中に苦しみはなくなり、本当の自由を手に入れて気ままに生きることができるのです。